なんでかっていうと、メロンのうどんこ病にはほぼ効かないです。もう今この農薬たち、こういうところに殺菌剤分類とか、もう一個、これはね、最後は最強。今のところ、今のうどんこ病メロンにやるんだとすると、これが今最強ですね。ここ 1,2 年で発売されたやつ。はい、それでは今日はこれですっていうのも農薬をいっぱい並べてみたんですけど、最近時期的にかうどんこ病のコメントとか LINE とかで相談が結構多いんで、うどんこ病の防除の話をしていこうと思います。でまずいろんな農薬、うどんこに効くであろう農薬をいろいろ並べてあるんですけど、なんつうのかな、まず一つ知っといてもらいたいのがこの農薬たち、こういうところに殺菌剤分類とかっつって、これだったら M7、19 ってコードが全部あります。パレードもここに7って書いてありますね。このやつをラックコードっていうんですけど、材がそういう材が入ってますよって、同じような系統の材料を使ってこの農薬ができてますよっていうことで、例えばこれで言うと M7 と19があるから、 M7 の系列の成分と19の成分が入ってる農薬がこれですよっていうことです。例えばこの M7 っていうやつは、これにも、これは M7 と53っていうのが入ってます。で M7 っていうのがこのイミノクタジンっていう成分をして、このピリダクロメチルっていうのが53番の成分っていうことですね。なのでこの同じコードを連続でかけていっても効果がないわけじゃないんだけど、病気をよりその成分に対して強くしていってしまったりするんで、そこでローテーション防除していくっていうことになります。そこの材のこのコードを、考えて使っていきましょうっていうことがまず前提でいろいろ話していこうと思います。でもメロンで僕が今使っている農薬たちなんですけど、いろいろ得意不得意とかいろいろな面があって、あれなんですけど、まずじゃあ順番にやっていきましょうか。まずはね、これはね、これは定番、昔からあるトップジン M。これはトップジン M、昔から使われてるんですけど、今うどんこ病に対しては、これ成分いくつだ、成分ラックコード書いてある。ラックコードこれ1ですね。殺菌剤の成分で1。この1とか2っていうのは殺虫剤と殺菌剤でコードが1とか3とか、殺虫剤の1、殺菌剤の1とかって分かれてるので、今回は殺菌剤の話、しかもうどんこに特化しておりますでこれまずトップジンからね。トップジンはこれはそのラックコード1の成分、材の名前までは言ってるとすごく動画が長くなってしまうんで、これメロンで言うとつるがれ病、陥没病で、メロンにはつるがれ病、陥没病ですね。これメロンで、うどんこ、他の作物はうどんこって書いてあるんですけど、もう昔はね書いてあったんだけど、うどんこ病メロンのところにも今はもう書いてないですね。なんでかっていうと、メロンのうどんこ病にはほぼ効かないです。もう今他の、例えばさ、ズッキーニとかウリ類とかキュウリとかにはうどんこ病入ってるけど入ってないっていうのも確かに効かないけど、これはやります。やるのも僕はネットの最中割れて、これから
ネットが修復してまず割れてネットになりますよって修復していく段階の時に1回入れますっていうのも、これツルガレ病と陥没病、陥没に効くんです。陥没に効くっていうことは、陥没病ってちょっと厄介で、収穫してから収穫した時にはまだわからない、そこから追熟させて食べ頃になってる間に陥没してきたりするんで、生産者ちょっと分かりづらいというか、まず分かんないですね。出荷したりしてクレームで陥没したっていうのが来るのが多いですね。ここ数年僕は陥没出したことないんです。数年というかもうしばらく出したことないんですけど、これのおかげです。これをネット機にきっちり一発1500倍で入れてます。っていうのもメロン1500から2000倍なんで、倍率もちゃんとにしっかり、濃くしても特にいいことはない、薬害が出たりするんで、その成分農薬はその記してある通りの倍率で使いたい。なのでうどん粉に関してはこれは有用では今はないんですけど、メロンに関してね、でもちゃんとに使い道はある。で次、成分が違うものからどんどんいきますか。じゃあ次はこれもいこう。これ定番です。ホームセンターにも売ってます。ダコニール1000。僕たちダコ1000とか言ったりしますが、ダコニールとかダコ1000とかでね、これはねメロン、ベト病、うどんこ病、つるがれ病、1000倍でメロンにあれが適用がありますが、これもいまいちうどんこ病にはもう効かないです。効かないですけど、やっぱりベト病とかつるがれ病に効果があるんで、どっかのタイミングで1回入れとくとか、玉吹きのタイミングに1回入れとくとかっていうのはそれこそこの TPN って剤はここにね、メロンは5回使えるのか、5回。これね、トマトとかにもよく使います。トマトだとね、トマトだと2回、2回ですね。長い間にこの剤2回しか使えないんですけど、トマトのうどん粉以外の病気を抑えるのにすごくよく効くんで、ハカビとかススカビとか、なのでやっぱりこれはトマトで入れたりとかしますが、メロンでうどん粉にはそんなに効かないです。だからうどん粉を相手にしてるんだとしたら、こっちの2つは除外ですね。はい。でここからがそうしたら本題、うどんこ病に効く薬で、そうだ、ちなみにこのダコニールは M5 っていう成分が入っています。ごめんね、多分細かい字がアクションプロではなかなかうまく取れないんで、できないんで、これは M5 で、ここからまた違う成分でいきましょう。でこれ殺菌剤パレードフロアブル、これは7番パレードとかアフェット、メロンで使うんだとすると、そういうやつがあります。これはウリ類なので、メロン、スイカ、キュウリ、かぼちゃ、ウリ系統、これはうどんこ病、つるがれ病、金閣病、うどんこ病、つるがれ病、金閣病に効くようになってます。倍率は2000倍で、総回数3回でいきます。でこれはうどんこ病効きますが、だんだん効きが甘い、こっちはほぼ今効かないっていうやつと、あとはこのパレード効く順番にどんどんいきます。であとはいきます。で次、これトリフミン、これも昔からの定番です。これは確か3番。これもメロンはうどんこ病3000倍、これも陥没病もつるがれ病も効きながらうどんこ病も効く。
っていうのもこの菌の種類がうどんこ病、つるがれ病とかは多分似てるんだと思います。似てるんでそういう風になってる。これトリフミン、これは効きます。うどんこ病よく効くけど、さらにこれ3番ね、3番ラックコード3番で、これがパンチョ TF、 これもラックコード3番と U6 っていうのが入ってる。 U6、 この U6 が入ってるからうどんこ病にはよく効きます。しかもこれほぼうどんこ病だけでこれ確か2000倍ですね。2000倍メロンうどんこ病2000倍トリフミンよりうどんこ、あくまでも僕の実感です。実感。トリフミン値段はほぼ一緒かな、一緒なんですけど、こっちの方が効く。でこっちの方がちょっと高いかな。2000円ちょい、2200円とかそんな感じだったかな、農協で。あくまでもでパンチ TF よく効きます、うどんこっていうのもこの U6 っていう成分が入ってるからトリフミンよりは効くっていうのとともに U6 が入ってるから、これトリフミゾールラックコード3番の剤っていうのはこれトリフミゾールっていう剤ですね。トリフミゾールっていう剤がこれは 15%、 トリフミンは 30% 入ってます。なのでトリフミンは3番の剤を効かせるっていう単発で効かせるにはこっちの方が効くんだけど、3番で打ち漏らしたであろうところのうどんこ病に U6 が効いてくるっていうことで、こっちの方が1回というかやるには効くと思います。でもあれかな、同じ値段だったらパンチョの方がとりあえずいいかもしれないですね。顆粒なので粉もあったりしないんで、これ粉だから混ぜる時にマスクとかしないと吸い込んだりするんで、なのでこの剤系ではパンチョトリフミンこれは効きます。パレードよりうどんこには効く。ただこっちの方がいろいろな殺菌他の効果も期待しながら使っていくっていう感じです。でこれ治療効果もあります。白いやつ、白くなったところを透明に戻していくというか。ただね、あまりひどくなるとその黄色い斑点は残りますが。でさらにじゃあ次モレスタンいこう。モレスタン、これは殺菌成分でM10 どれもかぶんないですね。これこの剤たちはほぼかぶらないようにやってあります。僕これをローテーションしながらやってます。でこれ殺虫効果もある。殺虫成分 UN っていうのはどこのラックコードにも多分属さないみたいな感じ、アンノウンみたいな感じですね。アンノウンで UN 殺虫コード。ただこのやつはメロンはうどんこ病だけです。2000倍から4000倍うどんこ病だけなんですけど、殺虫剤の成分が粉じらみに効く。粉じらみが2000倍。ただ粉じらみは小さいうちじゃないと効かないので、小さい卵を孵化させないとかそういう効果があります。なので僕は、しかもこれはちょっと薬が強いというかメロンの相性的にちょっと難しくて、小さい時とか暑い時とかちょっと扱ったりすると薬害が出る恐れがあるので、4000倍とかだったらまず大丈夫だと思うんですけど、4000倍だとうどんこに対してもそんなに効かなくなってくる、薄い分効かなくなってくるんで2000倍から4000倍なんだけど、僕は後半仕上げ期もう終わるこれね収穫3日前まで10回5回使えるんですけど、収穫3日前まで僕は収穫前1週間から10日ぐらいの時期、最後の防除
する時に何か殺虫剤とともにこれを入れて、防除します。しかも晩型の涼しくなってからか、もしくは朝小早くか、そう薬害に注意しながらやります。でそれで最後残ってるうどん粉を次に持ち越させない、孵化させないためとかも含めながらモレスタン、それとうどんこ病をしっかり部屋から退治する目的でモレスタン、これ最後の方にやります。仕上がってからワンチャンちょっとぐらい葉っぱ縁取ってもそんなに実に影響がいかないっていうのもあるんですけど、葉っぱが厚くなって最後の方になってくるとそこまで心配するほどのあれは出てこないんで、そこまでは大丈夫だと思います。でそしてこの中では最後ですね、最初にやったこれダイヤメリット M719、 これもよく効きます。トリフミンと同じぐらいよく効く。M7 っていうのがイミノクタジン、さっき言ったイミノクタジンで、19ってやつがポリオキシンってやつですね。ポリオキシンってやつはそれこそ日本製の成分だと思うんだよな。ポリオキシン AL っていうやつがあるんですけど、そのポリオキシン AL にイミノクタジンを合わせてよく効くようになっている。これはいろんな菌に効きます。メロンはうどんこ病、つるがれ病で、きゅうりのやつでいうと金閣から肺カビ、活斑病、炭疽病まで全部効くんで、これはいい薬です。メロンは1500倍ですね。これ3回。これは収穫日前日まで使える。のでココイラをやっとけば間違いないっていうところがあるんですけど、最後にもう一個、これはね最後は最強。今のところ今のうどんこ病メロンにやるんだとするとこれが今最強ですね。ここ 1,2 年で発売されたやつ、布石ワイドフロアブル、住友化学の薬です。これもうどんこ病、基本うどんこ病ですね。トマト、メロン、スイカきゅうり、メロンで、トマト、ミニトマト、ナス、イチゴだからウリ科とナス科に効く薬です。これは1000倍ですね。これ1000倍、収穫前日までいきます。これはね本当によく効く。イミノクタジンも入ってるんだけど、多分こっちの53番の方のラックコードの、成分がよく効くんだと思う。っていうのも本当に治療効果もバッチリちゃんとかけてかかれば白くなってるうどんこ病がちゃんといなくなって透明になります。今これが多分というか僕の中では今これが特効薬ですね。で予防効果が相当あるんで、これはさっきの中で策の中でどっかで出ちゃったからしょうがないとかで使うんじゃなくて、もう2回確定で、交配前に1回、交配前のどっかのタイミングで1回、どこでもいいです。様子を見ながらいろいろローテーションしていきながら。で交配前の5日前、5日から5日前ぐらいまでかなに1回入れといて、で最終的に第2肥大期、過ぎたあたり第2肥大期ぐらいのところに1回入れとけばほぼこれ2回だけで出なかったりしますけどね。ただやっぱり他の効果、これってもうどんことか、つるがれ病しか効果がないんで、しかってわけじゃないけど他の効果も期待してローテーションで途中に殺菌剤は入れていくんですけど、あれで言うとうちのスケジュールで言うと最初の柔らかい時期で多分まだそんなにうどん粉が出てないような時期にまずパレードを入れときます。これ意外と高いからね、4000いくらとかするから。でこれを2000倍で入れといて、
でその後の交配前の時期に不正期で、その途中どっかしらにダイヤメリット入れて最終的にモレスタンで仕上げるみたいな感じで、やってますね。だから1作のうちにまず2回入るのはこれは2回入れるようにしてるんですけど、でもね最後の方で仕上がってきてうどん粉の濃度とかあまり心配ないようであれば2回目これ入れないです。っていうのもこれ超高いです。1000倍で 500cc なんだけど1万円弱します。なのでコスト面を考えてもどうしようあれなので、あとはちょっと増えちゃったなっていう時にこれをバンと入れます。まずはだから序盤交配前に1回うどん粉を広げないっていうのも交配1日2日前から玉の初期肥大1週間交配後1週間ぐらいは農薬とかやりたくないんで、その前までにまずはうどん粉の対策で、あと虫ねアザミウマとかコナジラミの対策を交配前に1回しっかりしてから、で今度は初期肥大が済めばまたいろいろかけていけるんで、そこまでの間に1回入れとく。で後の状態を見ながらこれらトリフミンダカとかパンチョこの成分で抑えられるとかダイヤメリットこれの成分で抑えられればこれだけで対処していって仕上げには赤ワイドは入れない。ただもし出て増えてきちゃうようであればこれでせき止めるっていう感じで最後の方でモレスタン、あくまでも僕のやり方ですから自己責任で農薬はねやらなきゃいけないんでちゃんとに成分にのっとってやってもらえる倍率回数、あとはこの作物適応作物これはルールなので人に売るものを作る時にはこのルールにのっとって農薬っていうのは防除していかなきゃいけないものなのでそこはもうちゃんとに責任を持ってやってください。でしかもこれってそんなめったにあることじゃないんだけどこの表示の倍率がちょっと変わってみたりこう薄くなったり、薄くって例えば今まで1000倍で使えてたんだけどこれは2000倍じゃないとダメですよみたいなこととかごく稀にあります。あと登録が抜ける場合もあるし、であとはこの製造をやめて例えば今売ってるやつは数年はその使用期限が決まってるんでその使用期限までは使えるんで、例えばこれ27年10月って書いてあるんで来年の10月までは使えますこの薬は。で登録がなくなったりとかするんで、しっかりとその使う時々に自分の作物に合わせてやっていくっていうのが農薬は大事で、これは新しい薬なんで、これも使用期限とかどっかに書いてあるはずだよ。使用期限これはね容器の蓋容器の片部に印字する場合があります。あるこれ29年の10月まで使えますよっていうことですね。で下手するとその使用期限を超えたりすると使っちゃいけないのもそうなんですけど登録がなくなったりする場合もあるので要注意ですね。めったにないですけどそういうこともありえるんで、農薬を見るときはこの裏の表記の適応作物と、倍率でその時期例えば収穫前日までとか収穫3日前まで収穫1週間前までとかがあるのでそれをちゃんとルールを守ってやっていく。であと回数もありますね。一生その作物を育ててるうちにこのやつは3回まで使っていいですよ3回までしか使っちゃいけませんよっていうのが決まってるんでローテーションでいきたいですね。だからこれはね苗の時期にもいろいろやらなきゃいけないんで苗の時期はそんなになんつうの
しっかりといっぱいかけられるわけじゃないから、苗のうちに出しちゃうともう最悪なので、まあこれらはモレスタン以外は苗のうちにうちだったらどれかけても特に薬害があったっていうこともないんで、どれかのを、まああれですね、ダイヤメリットあたり一発苗の間にこれ3回使えるんで、メロン5回使えるんだ。これメロンだと5回使えるから、苗の間にはこれ1回ぐらいは入れときますね。最低でもね、これ1回のこれ1回とか、まあ苗を育てるのも20から25日育ててなきゃいけないんで、その間にしっかりと防除をっていうか、まあ本舗に行く前に殺虫も殺菌もそうなんだけど、ちょっと薄い鎧を苗に持たせてあげるっていう感じで、苗の間はそんなにはそう簡単には病気はまあね育ち始めてすぐなんで、ただあれだね、近くの本舗とかのが近くて、そこでうちは育苗室があるんで育苗室単体で考えられるからいいんですけど、他の作物と混合で育ててたりする場合はそれとともにやってあげないと。で若い苗、でかいメロンとちっちゃい苗とかがあると、虫にしろ何にしろ厄介葉っぱの方に向かっていくんで、要注意。そっちの方はまあほぼまあ赤ちゃんみたいなもんなんで、赤ちゃん病気に弱いんで要注意。そういうことも考えないといけない。しかもで、あとはこれらを全部使う時に転着剤も考えないといけない。転着剤は僕は今ドライバー、これ1000倍ですね。1000倍、1000から5000倍、殺虫剤殺菌剤で、これが穀類、野菜類、果樹類、まあほとんどの植物に使える転着剤、これはドライバー新しい、成分というか、イメージで言うとね、大体植物っつうのはこう表面活性剤じゃない、表面にこう膜をまとってて、里芋なんか分かりやすいんだけど、里芋の葉っぱにこう雨がとか水が落ちてもこうポロ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 っとこぼれて、まとわずにくっつかずにポロ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 っていっちゃう、あれワックス層みたいなやつがあるんですけど、そのワックス層にもちゃんとにこうペロンつってつく役目をしてくれる。で浸透移行性はありません。浸透移行性があるメロンに対してあんまり浸透移行性がある転着剤を使うと、これらの浸透移行がある薬、浸透移行っていうのは浸透して中で長く効くとかっていうのもあるんだけど、ほとんど浸透移行がないやつの方が多いかな、どっちかっつったら。ね、その浸透移行しないように作られてるものが浸透移行してしまうと植物にダメージを与えたりする場合があるんで、浸透移行性は僕は使いません。浸透移行性とかを使うのは除草剤ぐらいですね。除草剤はもうどんどん浸透させて草を退治するっていうのが大事なんで、除草剤はなるべくもう浸透移行でも何でもしてくれた方が効くんで、そうしますが、栽培作物で浸透移行性の、もちろん浸透移行性の転着剤もあるんですけど、僕は怖いので使わないようにしております。今ドライバーで、これはちゃんとにこうペロンってくっついて、でしかも乾きが早い、すごく乾きが早いんで、あくまで実感です。実感かけてもうちょっとするとさっと乾いてくるんで、風とか送ってればそれですごくよく効いてくれるっていうのがあるっていうのもね、だからこうさっきワックス層でポロポロポロって落ちちゃうんだとすると、結局葉っぱにかけて葉っぱで効いてほしいのにポロポロって落ちちゃうと、土にかけてるこれぐらい全部安くないですよ。それなりの値段がするんで、それを土に吸わしてももったいないんで、こう転着剤をしっかりあれしてちゃんとにかかった上でそこの場所で乾かす。
それで表面に葉っぱの表裏にちゃんとにこう薄いこう薬の膜が張るみたいな、農薬の膜が張るみたいなイメージで使っていくのがいいと思います。あとは注意は特にないか。これね、倍率が決まっててね、たまにね、書いてある。使用量1ターンあたり100から300リットルって書いてあるんで、例えば30坪で10リッターぐらいってことか、イメージ1000倍で30坪で10リッターぐらい、それの10リッターから30リッター、30坪で一旦で100から300リッターなんで、ということは一旦に300リッター使える。一旦300ってそこそこあるからね、それはちょっとかけきれないかもしれないですけど、しっかりと今言ったように量もそれなりに考えて使う。せっかく一回一回が決められてる、薬は決められてる倍率でカウントがあるんで、1回2回3回しか使えませんよっていう時もあるんで、1回1回をしっかりルールの中で使っていいですよっていうぐらいの量をちゃんとにかけてあげる、全部にまとわせるってあげるっていうのが大事ですね。でどうせやるんだったらしっかりとその量をやる。特に殺菌剤は殺虫剤もそうかな、ゆっくりやるのか、もしくは投稿を長くしてバーッと一気にかけてあげる、そういうことをしていきたいですね。はい。でうどん粉関係はそんなところですかね。今多分これでまだねあるっちゃあるんですよ。例えばここにない剤でいうと承知の助とか、承知の助っていうのはメロンのうどん粉病の薬なんですけど、昔あったガッテンっていう薬とフルピカっていう2成分のやつ、これもよく効くんですけど、それも結構高い薬なんで、今のところはそこまで承知の助まで頼らなくてもうちはうどん粉全然対応できてるんで、これらの剤でいってます。であとはあれかな、植物自体の防御力を、自然な防御力を高くしてあげるっていうことで、それこそいつも僕がちょこちょこ言ってるマグマ SI なんかは細胞壁というか細胞膜というかメロン自体のその細胞自体を強くしてくれるんで、病気にたかられる率も減ってくるんだと思います。葉肉も厚くなるし、葉っぱもシャキッてするんで、結構効果がある。でも開発者に言わせるとあれはあくまでも微細な計算資材、バイオスティミュラントの一種なんで農薬として登録してないんで、うどん粉にも効くかもしれないですけど、効くと言って売ることはできないっていうことなので、僕は効果の実感としてそのうどん粉に対する防御力も、あらかじめの防御力も整える。免疫とはまたちょっと違うんだけど、体力をしっかりした体力をつけて病気を寄せなくするっていう部分もあるかもしれないですね。はい、そんな感じでうどん粉ノーカットでずっと喋り続けてもう33分経っちゃいました。もしこれ以上ちょっとすぐにはこれ以上話すことは思い浮かばないんで、もしまだわからないこととかがあればコメント欄でコメントしていただくか、もしくは僕の森田農園 LINE もあるんで、そちらで相談してくれるとちゃんとに返信しますんで、してみてください。はい、この梅雨でもうそろそろ今度は奄美の方が梅雨明けしたって今日言ってたかな。そんな感じでだんだん前線も上がってきてくれるでしょうけど、まだしばらくは関東でもまだ雨が続きそうなんで、こうジメジメした時期にはこの殺菌剤、うどんこ病に限らずいろいろな病気が、例えばキャンカとかそういうのが出てきたりとかする時期でもあるんで、皆さんもこう農薬もルールを持って使えば有効な手段なんで、病気をまず出さないように
予防から始めて、でどうしても出たら今度は治療と増やさない努力をしていくっていうことが大事だと思います。とりあえず今うどん粉の本当に反応が多かったんで、うどん粉の動画を作ってみました。はい、どうだったでしょうか。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録をいただけるともっと嬉しいです。ありがとうございました。